はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。途中で星の話も入れていきますので、そして最後にオラクルカードもまた引きますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。それから星の動きを日常生活に取り入れたいという方や、タロットが好きですという方は、私の方でメンバーシップをやっています。月1回勉強会もやったりしていますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。それと、毎月月末に翌月の星の流れをLINE で皆様に配信していますので、お友達登録がまだの方はぜひこちらも LINE のご登録もお待ちしております。では行きます。5月前半の魚座さん、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お月さん、エンペラー逆、節制、ソードページ逆、ペンタクスのクイーン、ペンタクス9、そしてフール逆。気をつけることや対策は、ペンタクスの3と鳳凰逆。そしてオラクルはカップエースです。はい、そうですか。ちょっと星の話をね先にさせていただきますと、この 5月っていうのは本当にこの2024年の中でも最もいい運気として、天気としても使えますし、発展運が強い時なんですね。ですから何かしらわーっと舞い上がるような、何かが広がっていくような、解放されていくようなエネルギーがある時なので、そのエネルギーをいかようにでも皆さんの好きなように使っていただいて、ご自身の人生をいい風に変えていける、何かの流れを変える、気持ちを変えるもそうですし、流れを変えるっていうのがすごく簡単にできやすい時になります。ですので、それをあえて意識的に使ってどのようにしていくかっていうのを、カードも通しながら話していくんですけど、まずそうですね、まずちょっと4月の29日から、金星というね、社交性とか華やかさとか愛情とか豊かさ、お金っていうものを司る金星が魚座の皆さんにとってはコミュニケーションとか移動っていうところに入ってくるので、考え方が少しまろやかになったり、ちょっとポジティブな思考になりやすかったり、これはいいことですよね。楽しい話が入ってきたり、または移動していくとか、何かを学ぶとか、好奇心が湧いてくるっていうのが、強くなる2週間だなっていうふうに思います。これは金星の動きだけじゃなくて、太陽とかもしくはこのね、今の本当にメインである木星と天王星のコンジャンクションというね、ものすごく発展していくよというエネルギーも同じくそのサンハウスと言われているコミュニケーションとか勉強とか自分の好奇心とか移動していくこと、隣の人兄弟みたいなところに入っているので、それらのことにおいて何かしら開かれる現実がある。そして何かしらクローズアップしていくものがある。でそこにさらに金星という喜びも入ってくるので、その辛い出来事というよりは何か嬉しい出来事、何か前向きになれるような話だったり、そういう出来事を通して物事が展開していくのかなっていう感じがするんですね。そしてさらに5月1日からは火星というね、バイタリティ、活力とか戦っていく力っていうものもお羊座に入り、ダイレクトにそのエネルギーに集中できる、自分がやりたいと思ったことに突進していけるみたいなエネルギーがあるので、今までやりたいけどできないとか、なんだか体がついてこないみたいな感じだった方も、よしやろうとか、今日からやろうみたいにスパッと気持ちを切り替えたり、体を切り替えて動くことができる、現実的な一歩を踏み出すことができるっていう流れになってくるんですね。でこの流れを特に魚座の皆さんは自分の価値というものをしっかりと確認しながら構築していくよみたいな時になるので、中にはお金を稼ぐよっていうことで現実的にしっかりと稼いでいく、情報はどんどん来る、コミュニケーションは活発、人の紹介をもらうみたいにして作っていける方もいらっしゃれば、お金というものではなく自分に対しての価値、自分をもっと高めていくっていう風に使う方もいらっしゃると思いますね。どちらでも使えますし、これは非常にどちらにしてもポジティブに使えるエネルギーなので、うまく活用してほしいなと思います。そして5月8日が新月なんですけども、この新月から、特に5月13日とかの中旬ぐらいにかけて本当に
なんかもう華やかなお祭りじゃないですけど、世の中楽しいなみたいな、そういう雰囲気がそういう雰囲気のエネルギーがあるので、今まで自分が苦しんできた考え思考や、こうなんとかならないのかなって言って悶々ととらわれていたものから、ようやくこう解放されるかなみたいな、そういう流れがあります、星の動きでは。なのでそれを踏まえた上でちょっとカードを見ていきたいと思います。星の動きは私たちの意識では変えられないんですけれども、カードっていうのはこのリーディングを聞いた後にすぐに自分が行動を変えればすぐに現実変わりますので、星の流れを踏まえた上でどんなマインドになりやすいかを見てるってことなんですね。でまず入り口がお月さんなので、これからどうなるのかなとか、何かしら心配なことがある。今はいいんだけど少し先の未来は、もしくは何年後かはどうなってるのかなっていうような心配事があるのかなと思います。今はまだいいみたいなね。今も 100% 満足っていうわけじゃないけど、まだ今はいい。でもこのまま何かが進行していったらどうなるのとか、このままみたいな、そういうなんかまるで未来が暗いかのような想像をしやすいんですけれども、その考え自体がおそらく5月のね中旬ぐらいにはもう晴れてくる。そんなこと考えたって仕方ないよねとか、いやこれは単に自分の思い癖だったわみたいな感じで晴れてくるので、そこは安心してください。ただカードから言われているメッセージとしては、ここまでの間も十分うまくやってきたじゃないですかみたいなことを言われています。なんだったらこの1年とかかな、土星が魚座に入ってきてからっていうのはもう予想外の出来事が起こってた方も多いと思うんですけれども、その状況をうまくこなしてきましたよねと。なんとかこう今までの自分では対処できないような何かっていうものが生まれて、でもそれに対して一生懸命対処して、ようやくそれをなんか馴染んできたというか、ようやくそこに対して自分なりに答えを出せたりとか、なんとかやっていく方法っていうのを見つけてきたし、それ自体が素晴らしいことなので、ここまでやってきた自分っていうのはとにかく認めてくださいねと。自分の中にそれだけの力があったわけですね。意識ではね、マインドではいやもう無理とか、もう何とかしてくださいみたいな、もうギリギリですみたいな状態だったとしても、それでもやってこれたわけですから、それが自分の強さだよって言われてる気がしました。ですので何もね、こう強さってね、人間の強さってね、こう世間一般で言われてるみたいな、何があってもめげないとかくじけないとか一人で立っていけるっていう、そういうものだけが強さではないですよね。痛みに耐えれるっていうだけでも本当に強いし、現実から逃げないっていうことも本当に強いし、こう自分の、なんかね、これまでは自分の本来の強さ、愛の強さとかね、思い能力っていうものをあんまり自分で認めてなかったけれども、それを本当に自分自身に使うんだよみたいなメッセージもちょっと感じます。はい、そして今現在はソードのページの逆ということで、少しねまだ疑いやすかったりとか、本当にこれからどうなるのかなとかっていうふうに、すごく敏感に他者の言葉を聞いてるなっていう感じがします。もうこれ以上何も失敗しないように注意深く情報を聞いているみたいな感じ。でもそうやってこう聞きすぎて力が入りすぎて、こう人から飛んでくる優しい言葉だったりとか恩恵っていうのもちょっと疑ってしまったりとかしやすいので、力を抜いてくださいまずは。でそれね、今は仕方ないんです。それはそれでも十分そういうふうにちょっと頑張らないとこなせなかった現実があると思うのでね。ただここからやっぱり本当によく頑張ってきたねみたいな流れがあり、ここからやっと自分でもこれでできる、やっていけるかもとか、これで大丈夫みたいな確かな価値っていうものを自分の中で見つけていますし、それを一人でそれを味わうのではなく、何か自分より年下の人とか部下とか子供とか仲間とか、もしくはペットとかそういう何か身近にいてくれる人と一緒にこの可能性を育てていきたいみたいな感じがあり、何かが生まれてるなっていう感覚があります。でこれとても豊かなものです。大丈夫かっていう、ちょっと神経をピリピリと張り巡らせて考えてるものではなく、豊かさがここにあった、これでやっていけるんじゃないかみたいな、そういうね、なんか安心感みたいなものがありますので、だいぶこの中旬になると気持ちもね、思考も緩むんだなって感じがします。
そしてその後そこからさらにペンタクスの9ということで、もう見てくださいこの幸せそうなカード。もうやったよみたいな、ちょっともうアップにする、こんなカードどうですかこれ。もう手を広げて本当によかったみたいな、これで大丈夫みたいな形ですよね。伸び伸びとしていますので、ぜひ体を伸ばしてください。こう神経を張り巡らせてどうかなっていうよりも、ああ大丈夫だみたいな、そういう感覚。そしてこれは現実的にお仕事でもビジネスチャンスがあったり、次のねステータスに到達するみたいな、次のステージに行けるための何かチャンスっていうのが来てるなというふうに思います。でこれはやっぱりね棚ぼたではないんですよね。若干棚ぼたの空気感ありますけど、でも棚ぼたでのここまでやってきた自分だからこそ受け取れる権利があるっていう感じがするので、ぜひ受け取ってください。でそこでねその後なんですけど、急にそのことをなんか自分が放棄したくなったりとか、やっぱり違うかなみたいな感じで思いやすいなと思ったので、それがちょっと注意ですね。っていうのは例えばですけども、ものすごくいい仕事の話が来たりとか、ビジネスのいいオファーが来たりとかすると、人ってすごくまた頑張らないとっていう形でこう力が入りますよね。でもそうやって頑張らないと、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、ボーって考えた時に、いや無理だみたいな、いやこんなの無理だっていうふうに思うのか、それともこんな話が来るって本当に最高だねって、でもこれ以上自分を追い込んで頑張ることはできないから、今の自分にできることだけをやるわっていう形で、本当にこう何かこの手放した状態でそれを受け取るのかっていうのは全く違うので、そこを注意してください。また頑張らないとっていうふうに思わずに、肩の力を抜いて今の自分だからできることをやる、それでいいんだっていうふうに思ってみてくださいね。でとても現実的な何か発展運っていうのがあるんですけれども、現実的に例えば仕事がうまくいくとか、何かすごくいい現実がうまくいってるんだけど、魚座の皆さんおそらくね感情面で満たされたいっていう思いがすごく強いと思うんですね。なので仕事はうまくいってるけど、それによって満たされる感情っていうのは限りがあって、それ以上の豊かさを自分は感じたいんだっていうふうに思うのかもしれませんね。本当に欲しいものは何なのかっていう、そこにタッチするために現実的なものはもうここまでにしとこうみたいに思うのかもしれません。とてもねいろんな可能性が出てきてるんです。あれもいいなとか、これもいいなとか、特に本当に5月の中旬はねそういう豊かさを感じる時なので、その中で自分がたっぷりと自分の求めてる豊かさって何なのかなって、本当の豊かさって何なのかなっていうことを感じてみてほしいんですね。そうすることによって現実的なものはそこそこでいいっていう風になるかもしれません。そしてとても心と体のバランスが取れるなっていうふうに思います。でちょっと対策としてはですね、ペンタクスの3と、鳳凰の逆が出ているので、やはりなんかこの時期ね、非常にコミュニケーションも活発ですし、他者とのやり取りも豊かな時なので、おそらく仕事の話や何か誰かとの関わりを通して一緒に何かを作っていくみたいな、そういうチャンスが多分あるんだと思うんですね。でそこで起こる化学変化みたいなものっていうのはとっても楽しいけれども、だけどこう他者に、期待しすぎないみたいな感じがありますね。ここで鳳凰の逆が出てるっていうのは、今この時期は本当に豊かで楽しく一緒に関わってやっていけるけれども、それがずっと永遠に続くわけではないので、そこになんか変な過大な期待っていうものはあまり持たない方がいいのかなっていうふうに思います。例えば一回仕事を一緒にしてものすごい良かったねっていうか、すごい良かったねってじゃあこれでさらに3年契約でいきましょうとかではなく、もう少しお互いが自由に動けるような状況で関わっておく方がいいなっていう感じです。もしくはここまでのこの流れが非常に現実的に何かを積み上げていくいい感じなので、これをもし人間関係で言うならば、その関係性の中での信頼関係っていうのを着実に構築していけて、いい感じだなっていうふうになってるんですけれども、最後の何か超え切るかっていった時に、何かしら法的なものがなんか妨害されてるように感じたりとか、
法的なものに妨害されているように感じたりとか、何かこう例えばの話ですけどね、すごく仲良くなった人がいますとか、知り合った人がいますとか、仲良くやってるし、お互いにいい関係、お互いに刺激もらい合いながら、感化されながらいいんだけれども、お互いがその信じているその宗教観というかね、それが根っこのところが少し違うから、あくまでも全てのことを2人で共有しようとか、全てのことを2人同じものにしようというふうに思わなくていいですよと。それぞれが違う価値観にあったり、違う宗教観の中にありながら関わっていくよっていうふうに言われてるんですね。その方が化学変化が生まれるんだよっていう感じで言われているので、あんまり強いこだわりっていうのは持たない方がいいんだなと思いました。とにかくね、いろんなね感性がこう刺激を受けて、いろんな自分の新しい感情っていうものも生まれてくるかもしれないですね。そして何よりこの2週間で言われているのは、ぜひね喜んでくださいと。自分のハートから溢れてくる感情がありますよっていうふうに言われてるんですね。でそれによって自分も今までドヨーンとしていたかもしれないけど、ちょっと軽やかなステップを踏んでいきたくなりますよみたいな、そういうね軽やかな気持ちがありますし、次の喜び、今感じてる喜びや次の喜びをしっかりそれを飲み込み、自分の血肉にしようみたいな感じがあるので、本当に求めているもののエッセンスっていうものはこの2週間の間で感じられるんだなっていうふうに思いました。ただそれが永続性があるっていうわけではないので、今はこれを感じることが精一杯、これが一番大事なこと、今を感じきるのが一番いいことなんだっていう感じがします。なんとなく伝わりましたでしょうか。でちょっとお仕事の話をしますが、もしお仕事でね、いや今すごいいろんなプロジェクトが動いてますとか、めちゃくちゃ忙しいですという方は、お仕事とてもうまくいくと思うんですね。でその中で一人でこなせないことっていうのは、他者と契約を結びながらとか、他者に関わってもらいながらまた新しいものを作っていける。なのですごく仕事はいいです。発展運があります。でその中で魚座の皆さんが意識してほしいのは、仕事はうまくいくのだから、その状況の中で自分の感性を一番に持ってきてくださいよと。この状況を踏まえた上でこうとか、他者のことを考えたらこうではなく、このうまくいってる状況の中でこそ生まれてくる自分の感性っていうものを使って、さらにその喜びを濃くしてくださいねっていうふうに言われています。なのでお仕事でもおそらく感性がものすごく生かされるんだろうなと思います。そして人間関係に関しては、やっぱり現実的なものとかね、お仕事とかお金とかよりもおそらくそれ以上に何か感じたい喜びがあって、それはおそらく人間関係によるものだろうなと思うので、それに関しても得られます、この時期ね。で得たものに関して不安に思わないでくださいねこれはいつまで続くんだとかって思わずに、今得られたじゃない、体感できてるじゃないっていうことを十分に感じきてください。そこからまた次に行きますから。はい、そんな感じかな。ちょっと最後にオラクルカードも引かせてください。コンフュージョンということで、たくさんのこちらね、このカードを見てご自身なりに感じることを自分の直感で受け取ってメッセージとして感じてみてくださいね。いいですね。不確かだからこそ選べる未来があるっていう感じがします。これはたくさんの選択肢もあるし、でおそらくこの時期はいろんな情報が入ってくると思うんですね。でその情報の中から、未知なる可能性っていうものが開かれてくるので、その道は一つじゃないよっていうメッセージだなっていうふうに私は思いました。いろんな可能性がある。そしてもし自分が道間違えたかなと思っても、またすぐ修正できる。いろんな道があるから。なので今自分が選んで歩いてる道を楽しみながら進んでほしいなと思いました。はい、そんな感じでここまでにしておきたいと思います。もしね、何かしらこんないいことあったよとか、本当に欲しいものはこれですとかがあればコメントで教えていただければ嬉しいです。ということで次回は5月の中旬ぐらいにまた次の動画をアップしたいと思います。ぜひ5月ゴールデンウィークも前半楽しい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。